ガラスの山の姫。昔々あるところに一人の男がいた。山の上の方に牧草地を持っていて、そこに干し草をしまっておく小屋が建ててあった。ところがこの 1,2 年というもの、小屋にはほとんど干し草が入っていなかった。西洋羽祭の前夜、草が一番青々と深く茂る頃になると、翌朝には牧草地が地面すれすれまで食べ尽くされてしまうのだ。まるで夜のうちに羊の大群が来て食い荒らしたかのように。これが一度ならず二度まで起きたので、男はとうとう干し草を失うのにうんざりして、3人の息子たちに言った。末の息子はもちろんブーツというあだ名だった。西洋羽祭の前夜には誰か一人が牧草地の小屋に泊まって見張りをしなければならない。今年もまた草を根こそぎ食われるなど冗談にも程があると。だから見張りに行く者はしっかり目を光らせろと父親は言った。さて、長男が真っ先に名乗りを上げた。草の番くらい任せておけ。人間だろうと獣だろうと悪魔だろうと一本たりとも食わせはしないと。夕方になると長男は小屋に出かけて横になった。ところが夜中にものすごい地鳴りと地震が起きて、壁も屋根もガタガタと揺れ、きしんでうなった。長男は飛び上がって一目散に逃げ出し、家に着くまで振り返ることもできなかった。干し草はといえば、この年もまた前の2年と同じように食べ尽くされていた。次の西洋羽祭の前夜、父親はまた言った。毎年毎年こうして牧草地の草をやられてはたまらない。今度こそ息子の誰かが言ってちゃんと見張らなければならないと。今度は次男が名乗りを上げた。兄と同じように小屋に行って横になったが、夜が更けると地鳴りと地震が前の年よりもっとひどく起きた。次男はそれを聞くや否や怖くなって競争でもするかのように走って逃げ出した。次の年はブーツの番だった。ところがブーツが行く支度をすると、目の2人が笑い物にした。お前が干し草の番だと？一生かまどのそばに座って灰にまみれ、火に当たっているだけのお前が。けれどもブーツは兄たちの冷やかしなど気にも留めず、夕暮れになるとテクテクと山を登っていった。小屋に入って横になると、1時間ほどして小屋がギシギシガタガタと鳴り出した。聞いていて恐ろしくなるほどだった。ふん。とブーツは一人ごちた。これくらいなら我慢できるさ。しばらくするとまたさっきよりひどい地鳴りと地震が来て、小屋の中のわらくずが頭の周りに飛び散った。ふん。とブーツは一人ぼちた。これくらいならまだ耐えられるだろう。ところがその途端、3度目の地鳴りと地震が来た。壁も屋根も頭の上に落ちてくるかと思ったほどだった。けれどもそれも過ぎ去って、辺りはしんと静まり返った。また来るだろうな。とブーツは思った。けれども来なかった。静まったまま、しんとしたままだった。しばらく横になっていると、小屋の戸口のすぐ外で馬が草をはんでいるような音がした。そっと戸口に忍び寄って隙間から覗いてみると、馬が一頭草を食べていた。ブーツが見たこともないほど大きくて太った立派な馬だった。傍らの草の上には蔵と靴は、それに騎士の甲冑一式が置いてあり、すべて真鍮でできていて、ピカピカ光っていた。なんだと若者は思った。うちの干し草を食べていたのはお前だったか。すぐにやめさせてやるぞ。ブーツはすかさず北地箱から火打ち金を取り出して馬の上に投げかけた。すると馬はその場から一歩も動けなくなり、おとなしくなってブーツの思い通りにできるようになった。そこで背中にまたがり、誰も知らない場所に連れて行って隠した。家に帰ると兄たちが笑いながら聞いた。どうだったと。牧草地まで行く度胸があったとしても、小屋には長くいられなかっただろう。まあ、とブーツは言った。日の出まで小屋にいたけれど、何も見なかったし、何も聞こえなかった。お前たちをあんなに怖がらせたものが何だったのか、さっぱりわからないな。よく言うよ。と兄たちは言った。牧草地がどうなっているか見ればわかるさ。そう言って出かけていくと、草は夕べのまま深々と茂っていた。さて、地の西洋羽祭の前夜もまた同じだった。上の2人はどちらも牧草地の見張りに行く気はなかったが、ブーツは言った。すべてが前の年と同じように起きた。まず地鳴りと地震、次にもっとひどい地鳴りと地震、さらに3度目。ただし今年は前の年よりずっと激しかった。そしてまた突然しんと静まり返ると、小屋の外で草をはむ音がした。戸口の隙間から覗くと、どうだろう、壁にぴったりくっつくようにして立派な馬がもう一頭むしゃむしゃと草を食べている。前の年の馬よりずっと立派で太っていて、背中には蔵、首には靴輪がかかり、傍らには銀の甲冑一式が置いてあった。それは見事なものだった。なるほど。とブーツは一人ぼちだ。うちの干し草を食い荒らしているのはお前か。すぐにやめさせてやるぞ。
そう言って北地箱から火打ち金を取り出し、馬のたてがみの上に投げかけると、馬はおとなしく子羊のようにじっとした。この馬もまたもう一頭を隠してある場所に連れて行き、その後家に帰った。今年も牧草地はたっぷり草が残っているとでも言うつもりか。と兄の一人が言った。その通りだよ。とブーツは答えた。兄たちが見に行くと、草は前の年のまま深々と茂っていた。けれどもそれでも兄たちのブーツへの当たりが和らぐことはなかった。さて3度目の聖ヨハネ祭の前夜が来たが、上の2人は前に小屋で過ごした夜のことが怖くてたまらず、どうしても見張りに行けなかった。けれどもブーツは言った。手短に言えば前の2回と全く同じことが起きた。地震が3度、1度目より2度目、2度目より3度目がひどく、最後の地震ではブーツは小屋の中を壁から壁へ跳ね飛ばされた。それが終わるとまた突然しんと静まり返った。しばらくすると外で草を引きちぎる音がした。またもや戸口の隙間から覗くと外に馬が1頭立っていた。前の2頭よりはるかに大きく、はるかに太かった。なるほど。と若者は一人ごちた。うちの干し草を食べに来たのはお前か。すぐにやめさせてやるぞ。そう言って火打ち金を掴んで馬の首に投げかけると、たちまち地面に釘付けにされたように動かなくなった。ブーツは馬に乗って他の2頭を隠してある場所に連れて行き、それから家に帰った。兄たちはまたしてもブーツをからかって、よくも草の番をしたものだ、寝ぼけ眼で歩いているみたいだと言い、他にもいろいろ意地悪を言った。けれどもブーツは気にも留めず、自分で見てきたらどうだと言っただけだった。兄たちが行ってみると、草は前の2回と同じように見事に深く茂っていた。さて、ブーツの住んでいた国の王様には娘が一人いて、ガラスの山を馬で登り切った者にだけ嫁がせると決めていた。王様の城のすぐそばに高い高い山があって、すべてガラスでできていた。氷のようにツルツルと滑らかで壁のように切り立っていた。山のてっぺんに王様の娘が座り、膝の上に金のリンゴを3つ乗せていた。馬に乗って山を登り、金のリンゴを3つとも持ち帰った者には、王国の半分と姫を嫁にもらえるというのだ。この触れは国中の教会の扉に張り出され、よその国々にも広く知らされた。さて、この姫はとびきり美しかったので、目にした者は皆、好むと好まざるとにかかわらず、たちまちぞっこん惚れ込んでしまうほどだった。だから世界中の王子や騎士がこぞって馬を借り、一番立派な衣装を着て駆けつけてきたのは言うまでもない。一人残らず、自分こそが姫を勝ち取るのだと思い込んでいた。さて、王様が定めた試練の日が来ると、ガラスの山のふもとに王子や騎士が群がって、目がくらむほどだった。国中の人間が、張ってでも行ける者は皆山へ見物に押しかけた。姫を射止める男を見たかったのだ。上の2人の兄もみんなと一緒に出かけた。ブーツはといえば、兄たちにきっぱり連れて行かないと言われた。靴磨きや灰ふるいですすだらけになったようなやつと一緒に歩いていたら笑い物にされると。結構だよ。とブーツは言った。一人で行くさ。一人でやってみるよ。さて、兄たちがガラスの山に着くと、騎士や王子たちが馬を泡だらけにして走らせていた。けれども何の甲斐もなかった。馬がガラスの山に足を踏み入れた途端、つるりと滑り落ちてしまう。一二歩も登れない者は一人もいなかった。無理もない。山は窓ガラスのようにツルツルで、家の壁のように切り立っていたのだから。けれどもみんな姫と王国の半分が欲しくて、登っては滑り、滑っては登り、いつまでも同じことの繰り返しだった。とうとう馬という馬がクタクタになって足を上げることもできなくなり、泡を吹いて騎士たちは諦めるしかなくなった。王様が翌日もう一度やらせようかと思い始めたちょうどその時、突然、見たこともないほど勇ましい馬にまたがった騎士が一人現れた。真鍮の甲冑を着て、馬の口には真鍮の靴輪がかかっていた。あまりにピカピカで火の光がキラキラ照り返していた。他の者たちがそんなことをしても無駄だと声をかけたが、その騎士は気にも留めず、馬をガラスの山に向けると、スイスイと3分の1ほど登っていった。そこまで行くと馬の向きを変えて降りてきた。姫はあんなに素敵な騎士を見たことがないと思った。騎士が登っていく間、姫は座ってこう願った。どうかあのまま登りきって、向こう側へ降りてくれますように。ところが騎士が引き返すのが見えると、姫は金のリンゴを一つ投げた。リンゴはコロコロ転がって、騎士の靴の中に入った。けれども山のふもとに降りると、騎士はあっという間に走り去って、どこへ行ったかわからなくなってしまった。その夕方、騎士も王子もみんな王様の前に出なければならなかった。山を登った者が姫の投げたリンゴを見せるためだ。けれどもリンゴを持っている者は誰もいなかった。一人また一人とやってきたが、リンゴを見せられる者はいなかった。
夕方ブーツの兄たちも帰ってきてガラスの山のことを77と語った。まず、と兄たちは言った。誰一人一歩も登れなかった。ところが最後に真鍮の甲冑に真鍮の靴輪と蔵をつけた騎士がやってきた。ピカピカで一里先からでも光って見えるほどだった。あいつこそ騎士中の騎士だ。ガラスの山を3分の1登って、その気になれば全部登れたはずなのに、引き返した。1日目はこれくらいでいいと思ったのだろう。ああ、見たかったな。といつものように暖炉のそばに座って肺に足を突っ込んでいるブーツが言った。お前がと兄たちは言った。あんな高貴なお方たちの仲間になれるとでも？灰にまみれた汚いやつめが。翌日、兄たちはまた出かけることにした。ブーツも今度こそ連れて行ってくれと頼んだが、どうしても承知しなかった。醜くて汚いかなと。まあいいさ。とブーツは言った。行くなら一人で行く。怖くなんかないよ。兄たちがガラスの山に着くと、王子や騎士たちがまた馬を走らせ始めた。今度は馬の蹄に滑り止めをしっかり打ってきたに違いない。けれどもやはりダメだった。登っては滑り、滑っては登り、前の日と同じことの繰り返しで、山を一歩も登れる者はいなかった。馬がクタクタになって足も動かなくなり、みんな諦めるしかなかった。王様は翌日を最後の一回にしようかと思ったが、ふと真鍮の甲冑の騎士が今日も来るかもしれないからもう少し待とうと思いついた。けれどもその騎士の姿は見えなかった。と思ったら突然、前の日の真鍮の騎士の馬よりずっと勇ましく立派な馬にまたがった騎士が現れた。銀の甲冑に銀の蔵と靴は、あまりにピカピカで火の光がはるか遠くまできらめいていた。他の者たちがまたやめた方がいいと声をかけたが、騎士は気にも留めず、まっすぐ山に向かって突進し、3分の2まで登っていった。そこで馬の向きを変え、降りてきた。正直なところ、姫はこの騎士の方が真鍮の騎士よりもっと気に入った。てっぺんまで登って向こう側へ降りてくれたらいいのにと願った。けれども引き返すのが見えると、姫は2つ目のリンゴを投げた。リンゴはコロコロ転がって騎士の靴の中に入った。けれどもガラスの山を降りるや否や、騎士はあっという間に走り去って姿が見えなくなった。夕方、みんなが王様と姫の前に出て、金のリンゴを持っている者が見せることになった。一人また一人とやってきたが、リンゴを持っている者は誰もいなかった。兄たちも前の日と同じように帰ってきて、みんなが山に挑んだらダメだったと語った。でも最後に、と兄たちは言った。銀の甲冑の騎士が来て、馬にも銀の蔵と銀の靴輪がついていた。あいつこそ騎士中の騎士だ。山を3分の2まで登って引き返した。なかなかの男だった。姫が2つ目の金のリンゴを投げたぞ。あ、あの人も見たかったな。とブーツが言った。よく言うよ。と兄たちは言った。お前がいつもかき回している灰と同じくらいピカピカだったとでも思っているんだろう。この汚らしいやつめ。3日目もこれまでと全く同じだった。ブーツは見物に行きたいと頼んだが、兄たちはどうしても連れて行こうとしなかった。山に着くと誰一人一歩も登れなかった。みんな銀の甲冑の騎士を待ったが、姿も気配もなかった。と思ったら最後に、見たこともないほど勇ましい馬にまたがった騎士が現れた。金の甲冑に金の蔵と金の靴は、火の光が一里先まできらめくほどまばゆかった。他の騎士や王子たちは、やめろと声をかける暇もなかった。あまりの見事さにみんな度肝を抜かれたのだ。騎士はまっすぐ山に向かって突進し、たちまちスイスイと登っていった。姫がてっぺんまで登ってくれますようにと願う暇もないほどだった。てっぺんに着くや否や、騎士は姫の膝から3つ目の金のリンゴを取ると、馬の向きを変えて降りてきた。降りるや否や全速力で走り去り、瞬く間に姿が見えなくなった。さて、兄たちが夕方帰ってくると、その日の競馬がどうだったか77と語った。中でも金の甲冑の騎士のことを語りに語った。あいつこそ騎士中の騎士だ。と兄たちは言った。あんな立派な騎士は世界中探してもいないぞ。ああ、見たかったな。とブーツが言った。ふん。と兄たちは言った。あの甲冑はお前がいつもつついている灰よりもっとピカピカに光っていたぞ。この汚らしいやつめ。翌日、騎士も王子もみんな王様と姫の前に出ることになった。前の晩では遅すぎたのだろう。金のリンゴを持っている者が見せるためだ。一人また一人とやってきたが、まず王子たち、次に騎士たち、誰一人リンゴを見せられなかった。誰かが持っているはずだ。と王様は言った。わしらはみんなこの目で見たのだから。
馬で登ってリンゴを持ち去った男がいたことは。そこで王様は国中の男という男を一人残らず城に集めてリンゴを見せるよう命じた。一人また一人とやってきたが、誰も金のリンゴを持っていなかった。長いこと待った末、ブーツの兄たちがやってきた。一番最後だった。王様は国中でまだ来ていない者はいないかと聞いた。はい。と兄たちは答えた。弟が一人いますが、金のリンゴなど持っているはずがありません。3日間、はいだめから一歩も出なかったのですから。構わん。と王様は言った。他の者と同じように城に来させよ。こうしてブーツは城に行くことになった。さて、と王様は言った。お前は金のリンゴを持っているか、はっきり申せ。はい、持っております。とブーツは答えた。これが1つ目、これが2つ目、そしてこれが3つ目です。そう言ってポケットから3つの金のリンゴを取り出すと、すすだらけのボロを脱ぎ捨てて、きらめく金の甲冑姿で立った。よし。と王様は言った。お前にわしの娘と報告の半分をやろう。姫もそれもお前には十分ふさわしい。こうして婚礼の支度が整い、ブーツは姫を花嫁にもらった。婚礼の宴は大にぎわいだった。ガラスの山を登れなかった者たちもみんな楽しく過ごしたのだから。そしてもしまだ宴が終わっていないなら、きっと今も続いていることだろう。